は、ジボです。今回はウズベキスタン行くならここ行って7選をご紹介します。私は旅好き OL のジボと申します。ウズベキスタンへは2023年の春に旅してきました。ウズベキスタンの行ってほしいところあげればキリがないんですが、今回は定番どころから個人的に気に入ったところまでおすすめの場所7選をご紹介します。モスクメドレセはもうあげたらキリがないので、こちら本編で割愛してます。実際のウズベキスタンへの旅の様子は再生リストにまとめてますので、ぜひご覧ください。そしてまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。まず最初はチョルスーバザールです。チョルスーバザールはタシュケントにある大きなバザールです。タシュケントの台所といった感じで、野菜や果物、お肉類、漬物など何でも揃います。食堂スペースにはサモサやシャシリクなどのローカルフードが売られているので、そちらで食事を楽しむこともできます。両側にずらっと並んだナン売り場など、とにかくですね、お店がひしめき合って、人とお店がひしめき合って賑わっている空間となってます。タシュケントは多くの人がまず最初にウズベキスタンで足を踏み入れるエリアになると思います。そしてウズベキスタンの人の暮らしというのが垣間見れる場所になっているのは、とてもチョルスーバザールの魅力かと思います。ぜひまずはタシュケントのチョルスーバザールで、その土地に住む人々の暮らしというものを感じてみてはいかがでしょうか。以上、タシュケントのチョルスーバザールでした。続いてはこちらもタシュケントですが、タシュケント地下鉄です。タシュケント地下鉄は何といってもですね、見どころは豪華な駅舎になっています。実は中央アジアで最初の地下鉄だったんですね。だからもう気合の入りっぷりがすごいんです。駅舎もめちゃくちゃ気合が入ってます。各駅ごとにウズベキスタンで有名な建築家や設計家の方が設計した駅になっています。内装に使われている材料は金属、ガラスはもちろん花崗岩、大理石、石膏、色ガラスなどですね、もう豪華に使われています。以前は駅構内はですね、撮影禁止だったんです。写真を撮ったり動画を撮ることが禁止されてたんですが、現在は写真撮影が OK になってます。なのでぜひウズベキスタンに旅行に行ったら移動しながらタシュケント鉄道を使いながら駅もですね、一個一個味わっていただけたらなと思います。駅巡りしてるだけでも多分だいぶ楽しいんじゃないかと思います。以上、タシュケント地下鉄です。ちなみにこれは私行けてないんでおすすめとはちょっと別なんですけど、タシュケントに行ったらですね、プロフセンターに行ってきてほしいなって思います。ちょっとメインどころからするとバスとかタクシーで行かなきゃいけないぐらいの距離ちょっと離れてるんですけど、ゆっくりタシュケントを回る時間がある人はね、ぜひお昼前に着けばちょうどいいと思うので、タシュケントのプロフセンター、大きいお鍋でプロフを作っているところになるので、ぜひそこでね、プロフ食べてきてほしいなって思います。続いてはウズベキスタン鉄道です。ウズベキスタン鉄道はウズベキスタンを旅行する上で必ず欠かせない交通手段になるかと思います。ほとんどの方が利用すると思います。ポイントは景色と文化になります。まず車窓からはですね、砂漠だったり高原地帯などが見れるので、とってもね、ウズベキスタンの豊かな大地っていうのを見ることができます。またですね、乗ってるだけでウズベキスタンの文化っていうのに触れることができるっていうのもとても大きいかなと思います。乗客の中には観光客の方はもちろんなんですけど、もちろん現地の方もたくさんいらっしゃいます。食べ物や飲み物など当たり前のようにこう振る舞うというか分け与えるっていう文化がですね、初めこう触れるとおーって思うかと思います。日本ではなかなか見ない光景というか、隣のね、全然他人の人でも、私がね、お腹が空いててお腹鳴っちゃった時があったんですよ、電車乗ってた時に。そしたらもう全然関係ない赤の他人なんですけど、隣に座っていた女の子が入ってそのままチョコレートくれたんです。そういうことが当たり前にあって、特に長時間乗ったりとか寝台の時なんかは夜ご飯とかを買って乗って来られてるウズベキスタン家族の方からご飯をね、一緒にシェアしていただいたなんていう話も私も実際行く前に聞いたぐらい、そういったこう当たり前にみんなで分け合ったりっていうことが、やっぱシルクロードならではの、シルクロードの国ならではの文化なのかなっていうのがとても触れられる、すごい貴重な体験になるかと思うので、ぜひウズベキスタン鉄道をね、使ってみてほしいなと思います。景色と文化楽しんでほしいなと思います。個人的におすすめは夜行列車です。ただ1号車以外、私は2等車を、ゴールデンウィークの時期に乗ったんですけど、
1等車じゃないと空調がないんですね。なので2等車も夜乗ってすぐの時とか結構蒸し暑かったっていうことがあって、夏とかそういった季節によってはちょっと暑いとか寒いとかそういったことがあると思うので、行く時期に調べていろいろ暑さ対策、寒さ対策などをしていただければと思います。以上、ウズベキスタン鉄道です。続いてはサマルカンドのレギスタン広場です。こちらはもう超定番ですよね。サマルカンド観光のハイライトだと思います。ポイントは昼と夜でもう全然違う別の魅力があるということです。昼はですね、とにかく明るい時間の明るい日の差したもとサマルカンドブルーを味わうということです。一面真っ青なサマルカンドブルーと呼ばれるタイル、本当に美しいです。ちなみにサマルカンドブルーと言われるブルーのタイルは中国の磁器とペルシャの顔料がミックスされたものになります。これが本当に文化を交差するシルクロードを感じさせますよね。メドレスの中はお土産屋さんだったり、あともう金箔のキラキラしたティラカリメドレスだったり、見るところもたくさんあります。そして夜はなんといってもライトアップのショーですね。あそこはもう夕方ぐらいになると徐々に人が集まってきて、夜にはもうバーッと地元の方から観光客の方からみんな集まるっていう感じになっています。個人的にこれ全然誰もピンときてもらえなかったんですけど、イブマサトウみたいなナレーションなんですよねであれ一応現地の人に聞いたら僕はレギスタン広場さんみたいな、レギスタン広場の一人称みたいな感じでナレーションが始まってるらしいです。でも声はめっちゃ渋いっていう感じになってます。ライトもね、白からピンクになったり黄色になったりブルーになったりみたいな、すごくねキラキラカラフルなので、ぜひ音楽も一緒に流れたりするので楽しんでいただければと思います。以上、サマルカンドのレギスタン広場です。続いてはヒバのイチャンカラです。イチャンカラは古都の町、ヒバは古都の町と呼ばれているので、タシュケントやサマルカンドとはまたね全然違った魅力があります。タシュケントやサマルカンドが例えば東京だとすると、ヒバは京都みたいな感じですかね。ちょっと落ち着いた雰囲気が好きな方におすすめです。イチャンカラは城塞都市なので壁に囲まれたほんとこじんまりした場所なんですけど、そこ以外にもですね、遺跡ツアー、私もVlog でご紹介してるんですけど、アヤズカラっていう遺跡ツアーなどもあるので、こじんまりとした城壁の中の都市をですね楽しんでいただくこともできますし、スケール満点の遺跡を楽しんでもらうこともできます。こちらのツアーは日帰りでもできますし、泊まりもできます。アヤズカラの近くにゲルのようなものがあって、伝統的な家屋ですねがあるので、そちらで泊まるっていう宿泊のツアーなどもあったりしますので、ぜひおすすめです。ヒバはタシュケントからすると一番遠い都市というかになるので、どうしてもですね日程的にちょっと短いと断念されちゃうっていう方もね結構多く聞いたんですけど、もし余裕があればね、ぜひ私はヒバ行ってみてほしいなって思います。私は結構ウズベキスタンの中で1、2を争うぐらい好きな都市ですね。タシュケントやサマルカンドも好きですけど、個人的にはヒバの落ち着いた静かな感じがすごい好きでした。おすすめです。以上、ヒバのイチャンカラでした。続いてはブハラのクルジンホテルさんです。こちらは私がブハラを観光した時に泊まっていたホテルになります。ウズベキスタンらしい工芸品や装飾が豊かなホテルになっています。とにかく可愛いです。ラビハウズからも近いので、観光するっていう意味ではアクセスはすごい抜群の場所にあります。ブハラはアミュレットホテルっていうのが人気らしくて、私も最初はそのアミュレットホテルを予約するつもりで調べてたんですけど、やっぱ人気で満室だったんですよね。取れなくて、でそれで他のホテル探そうと思ってこちらのクルジンホテルさんを予約したんですけど、今となってはもうクルジンホテルさん泊まってよかったなって思うぐらいすっごいお気に入りです。室内の装飾も可愛いんですけど、特に中庭と2階のテラスがおすすめです。朝食は中庭で食べれるんですけども、その朝食の時間がすごい最高でした。また夜には、2階のテラスのところでちょっとチルしてたんですけど、最高のチルタイムでした。ぜひブハラに行く際はクルジンホテルさんに行って、もう素敵な空間と時間を味わってほしいなと思います。スタッフの方もすごく親切で、タクシーを手配する時もすごく親切に対応してくれました。以上、ブハラのクルジンホテルでした。続いては日本人の方が営んでいたり、日本語が話せるスタッフさんがいるお店を紹介します。旅先で心細いなーなんて時はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょう。まずはスザニギャラリー&ワークショップさんです。
こちらはブハナの滝バザール付近にあるスザニアさんです。日本語が話せる看板娘のバジラさんという方がいて、その方がスザニ刺繍の実演だったり説明などを日本語でしてくれます。観光エリアだとそこまでではないですけど、でもなかなか他の国に比べると英語があまり通じないと言われるウズベキスタンではかなり心強いというか安心する存在かと思います。スザニを買いたいと思ってる方だったら、細かい柄だったり色などを伝えたい時とか、あとは値段交渉したい時なんかも日本語が話せるっていうだけで結構スムーズなんじゃないかなと思います。続いてはサマルカンドのイカットブティックカフェ&レストランです。こちらはサマルカンド出身のウズベキスタン人の旦那様と日本人の奥様が営んでるカフェになっています。ビビハニムモスクの近くになるので、観光ついでにご飯だったり休憩などにもすごい利用しやすい場所だと思います。実際にちょっと私は足は運べなかったんですけど、ただレストランとですね、あとは雑貨販売もしているので、ご飯とお土産を見たりとか、そういったことにもいいんじゃないかと思います。まだまだ日本人からするとメジャーではない渡航先ウズベキスタンになりますので、なんかちょっとそわそわするなとか不安だなっていう時に日本人の方に会えるとすごい心が落ち着くのではないかと思います。また現地に住んでいらっしゃる日本人の方なので、なんかおすすめのレストランやお店などを聞くっていうこともね、いいんじゃないかと思います。いろんな情報収集にも役立つかと思いますので、よろしければ利用してみてください。続いてはサマルカンド観光案内所ですね。こちらは視聴者さんの方でウズベキスタン行った方が実際にこちらの観光案内所には行ったらしいんですけれども、日本人のスタッフの方が駐在されているようです。こちらもウズベキスタンに住む日本人の方になるので、いろんな特に観光案内所にいらっしゃる方なので観光のプロですよね。ぜひいろんな情報をね収集したり、あとは観光案内所主催のツアーなどもあるそうなので、ちょっと一人歩きが不安だなっていう方とか、ツアーに参加してみたいな、興味があるなっていう方はぜひそちらに足を運んでツアーに参加していただくっていうのもいいんじゃないかと思います。不安なことがあったり心細いなっていう時の駆け込み寺にもなるかもしれないので、ぜひこちらご利用してみてください。以上がウズベキスタンに行くならここ行って7選の紹介でした。今回紹介した7つはですね、もう本当に私が絞りに絞って、そして独断と偏見で決めた7つになります。もうまだまだ紹介してない部分でももっとこれも紹介したいというものはもういっぱいあります。ぜひそちらはですね、皆さんの目で実際に確かめて、そしてウズベキスタンを楽しんできてほしいなと思います。実際行ってきた感想や私が見つけたいいスポットなどもコメントで教えていただけると嬉しいです。チーボーチャンネルではウズベキスタンの Vlog や購入品紹介、パッキング動画、またスリやロスバゲ対策など旅にまつわる様々なコンテンツを発信中です。よろしければ他の動画も遊びに来てください。この動画が面白いなと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。